こんにちは、ジパング55のタカです。前回に引き続き、鹿児島県に来ております。今回は鹿児島県の有名スポットや穴場の飲食店をご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に、日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。最初にご紹介するのは坂本の黒酢壺畑です。鹿児島空港から30分、鹿児島駅からは1時間ほどの場所にあります。鹿児島県は黒酢が有名なお店が多いです。お土産としてもよく販売され、鹿児島県内のお土産ショップにもよく置いてありますね。長期熟成させているので、旨味成分のアミノ酸が一般の酢よりも多く含まれ、特有の香味やコクを引き出しているそうです。店舗ではお土産の他に黒酢を使った料理がいただけるので、食べに行きたいと思います。館内には黒酢の歴史や特徴などを紹介しています。鹿児島県は年間を通して温暖なこと、原料となる米が比較的容易に手に入ったことから、黒酢作りが盛んになったそうです。黒酢の作り方も分かりやすく解説しています。勉強になりますね。お土産ショップでは黒酢を使った調味料などが販売しています。黒酢そのものや他にも調味料などもあり、どれも美味しそうです。お店内では試飲も行っていました。黒酢を使ったジュース、ドレッシングなどが試飲できました。好みの黒酢を見つけられるので嬉しいサービスです。黒酢のドレッシングが美味しかったので、私も購入することにしました。黒酢を使ったジュースやアイスも販売しているので、ランチじゃなくても気軽に利用ができますね。それではランチを食べに行きたいと思います。外には黒酢の壺が置いてありました。レストランは店の奥にあります。混雑している場合は整理券を取り、順番が来たら呼ばれるシステムのようです。店内は広々していましたが、席数は多くはなかったですね。窓からは壺畑を見渡すことができました。黒酢を使ったコース料理が中心です。すぐに黒酢を使った料理を食べれるのは嬉しいですね。ドリンクも黒酢を使った飲み物がいろいろありました。今回はプレミアムランチにしました。せっかくなので黒酢を使った酢豚を食べたいと思います。まずは前菜から提供されます。よだれ鶏や豆腐、チャーシューなどがありました。この料理では特に黒酢は使っていませんでしたね。食前酒でリンゴの黒酢も提供されました。食前酒はさっぱりしていて美味しかったです。お酢ですが、そんなに飲みにくくなかったですね。前菜も高級中華のようで美味しかったです。どうせなら黒酢を使った料理があってもよかったかもしれませんね。こちらがメインの黒酢酢豚です。天津2点もあり、餃子とシューマイでした。ご飯、中華スープ、サラダなどもついていました。黒酢酢豚は黒酢がよく効いていて美味しかったです。さすが黒酢が名産なだけありますね。量に関しては少し少なめでした。料金が2000円と少しお高めなので、量はもう少しあってもよかったなと思いました。ですが味は美味しいですし、黒酢を堪能できるので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは仙巌園です。1658年、当時鹿児島を統治していた島津家によって建てられた別邸です。15000平米の広大な庭園には四季折々の花が咲き誇っています。中には薩摩切子のお店やお土産店、レストラン、さまざまな体験施設もあり、気軽に立ち寄れるスポットになっています。庭園と証拠修正館という博物館だけであれば1000円、島津家の御殿を見る場合は1600円です。今回はせっかくなので、
御殿を見に行きたいと思います。園内に入ってすぐに反射炉跡を見ることができます。江戸時代末に大砲の砲身を作るために建てられましたが、撮影戦争で破壊されてしまったそうです。今は跡地だけ残っています。そのそばにはお土産ショップが立ち並んでいました。小物から鹿児島の名産品まで幅広く取り揃えていました。覗いてみるのも楽しいですね。こちらは正面玄関だった正門です。立派な門ですね。仙巌園はかなり広いです。食事なども含めてゆっくりする場合は2時間ほど見ておいた方がいいかもしれません。ただメインの見どころは庭園、御殿、博物館なので、少し駆け足で見れば1時間ほどで回れると思います。こちらは仙巌園の中にある桜島を見渡せる絶景スポットです。今日は天気が良かったので、とても綺麗に桜島が見えますね。雄大な桜島を見れるのは鹿児島の見どころの一つです。仙巌園の中には薩摩切子のギャラリーもあります。近くに工房があるようで、薩摩切子を購入することもできます。薩摩切子はとても鮮やかで澄んだ色が特徴です。薩摩の紅ガラスと珍重された紅をはじめ、藍、緑、黄、金赤、島津紫の6色があります。さらに2色のかぶせの色が加わり、多種多様な色彩の世界を表現しています。確かに色鮮やかで綺麗ですね。気になる方は購入も検討してみてください。こちらが御殿です。1658年に島津家の別邸として建てられ、その後は歴代藩主が利用してきました。29代の忠義の時には、本邸や要人を招く迎賓館として使用していました。中は当時の姿を見ることができます。内廊下は細くなっていますね。中を歩くと、まるでタイムスリップしたようです。当時使用されていたカゴもありました。思ったより小さいですね。中では島津家の歴史や雑学なども見ることができます。17代、島津義弘は戦に7匹の猫を連れて行き、猫の瞳孔の開き方で時間を計っていたそうです。無事に帰ってきた2匹は、猫神様として猫神社に祀られています。庭園もとても綺麗ですね。心が落ち着きます。ここで庭園を眺めるのもいいですね。こちらでは縁側から綺麗な庭園と桜島を見ることができます。桜島と庭園を見ながら縁側でゆっくりするのもいいですね。渡り廊下を歩きながら庭園や桜島を見れるのは当時の人たちにとってもこの上なく綺麗だったと思います。ここは忠義が一日の大半を過ごした部屋で決済や昼食をとっていたそうです。すぐに桜島を眺められる位置にあるので、この雄大な眺めを見ながら仕事をしていたと思うと羨ましいですね。さらに奥には綺麗な屏風で飾り付けられた部屋がありました。すぐ隣には寝室がありました。仕事場所と住む家が同じなので、仕事が終わればすぐ休むことができます。現代でいうリモートワークのようなものですね。謁見の間では来客の応対を行っていました。江戸時代末期には西洋人と会う機会も増え、机と椅子も用意されたんですね。普段はこちらに座って大勢の家臣たちに会っていたようです。お風呂もありました。当時の生活の様子がわかりますね。部屋はところどころ西洋風になっていました。
いち早く西洋文化を取り入れた島津家らしいですね。それでは外に出たいと思います。続いて体験施設に行きたいと思います。体験施設では絵付けや切子体験、弓矢体験、鎧の着付け体験などがあります。せっかくなので私も弓矢体験をしてみたいと思います。弓矢は建物内にある専用の場所で体験できます。簡単にやり方の説明が日本語と英語で書かれていました。通常のとは異なり、座って弓矢を放ちます。友人と一緒に体験しましたが、的に当てるのはなかなか難しかったですね。1回500円で体験できるので、皆さんも訪れてみてください。着付け体験もしており、写真撮影もできるみたいです。ちょうど親子で来ている方たちがいました。桜島をバックに写真が撮れるので、思い出に残る写真が撮れそうです。気になる方は、こちらも体験してみてください。店内ではデザートなども売っていました。さつまいもソフトやお団子などが売っていました。私はお団子とドリンクセットにしました。ですがお茶は無料で飲めるので、ドリンクはつけなくてよかったかもしれません。仙岩園には他にも博物館などもあり、充実した施設でした。島津家の歴史を知れるので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは指宿の砂風呂です。鹿児島の指宿では砂の中に入って汗をかく砂風呂が有名です。鹿児島駅から指宿は車で1時間程度です。今回は砂蒸し会館の砂楽を訪れました。営業時間が長いので観光には便利です。他の施設の方が設備は整っていますが、時間を気にせず利用できるのはいいですね。砂風呂は専用の浴衣以外は下着も着用できません。そのまま海岸にある砂の中に入ります。基本男女混合なので、女性の方は少し気になるかもしれませんね。砂の中に入った後に通常の温泉に入ります。ゆっくり温泉に入りたい場合は、1時間30分ほど時間を見ておいた方がいいですね。お風呂場と一緒で写真撮影などはできませんでした。かなり気持ちがいいので、鹿児島に来た際は一度訪れてみてください。それでは最後に、地元の人がおすすめする美味しいうなぎのお店をご紹介します。お店の名前はみつるです。鹿児島駅から30分ほどの距離にあります。来る途中は坂道が多いため、車で来ることをおすすめします。お店はかなり人気店で、休みの日は1時間から2時間待つこともあるそうです。名前を用紙に書けば、車で待つことができます。呼びに来た時に、その場にいれば問題ないそうです。それではお店の中に入りたいと思います。店内には大きな魚の絵も飾ってありました。釣り上げた魚かもしれませんね。店内はカウンターと座敷があり、それなりに人数は入りそうでした。このお店は地元の方がおすすめするうなぎ屋さんです。観光客より地元のお客さんが多い気がします。値段はうなぎ丼が3800円でした。うなぎしかメニューはないようですね。カードや電子決済は使えないので、現金を多めに持ってくるようにしてください。こちらがうなぎ丼です。身が大きく、ふっくらしていますね。とても美味しそうです。うなぎが肉厚で、とても美味しいですね。今まで食べたことのない、ふっくらした食感でした。鹿児島県はうなぎも有名なようで、養殖うなぎなども盛んです。温暖な気候や名水も多く、
うなぎが育つのに適しているようですね。少しアクセスが悪いですが、わざわざ食べに来る価値はあると思います。ぜひ一度訪れてみてください。それでは今回の鹿児島観光、いかがだったでしょうか。鹿児島県は見どころも多く、美味しい料理も多いですね。歴史と自然の両方を感じられる土地なので、ぜひ訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。